これ出していいんですね。出していいです。ダメだから世界まだどこにも。だって私たちも初めて見ましたから。 This is Real Cyclamen 6. 夢の扉へ。アン、ドゥ、トア、オープン。皆さんこんにちは。三上正史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、本当にやってきました。フランスでございます。詳しくはですね、フラワートライアルジャパンさんのですね、潜入動画ご覧いただけますと、どうして僕がフランスにいるのか分かっていただけるかと思います。というのも実はですね、フランスの育種会社さん、世界に誇る育種会社さん、こちらモレルさん。もう日本にもですね、もうほんと素晴らしいシクラメンをたくさん提供いただいているモレルさんのこちらトライアル会場にやってきちゃいました。すごいんです。すごすぎるんです。本当に僕行きたいですって言ったらモレルさんがいいよ来てって招いてくださいました。もうちょっと今鳥肌立ってます寒いからじゃなくて興奮して鳥肌立ってます。すごすぎます。で、なんとご一緒してくださるのは白山さんから藤原正史さんです。はい、藤原さん、こんにちは。本当にようやく本当ここまでね、ありがとうございます。ありがとうございます。藤原さんのおかげでございます。そしてさらにモレルさんからバスティアンさんです。バスティアンさん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。実現してくれてありがとうございます。こちらこそ来てくれてありがとうございます。藤原さん、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともうこれ本当すごいことですよね。来ちゃいましたよ。ついにフラワートライアルジャパン、日本の会場からフランスの会場へ来たような感じ。はい、もうビュン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 。はい、すごい、バイクも走る。走る。もうすごいっすよ。みんなかっこいい。自転車もバイクもめちゃくちゃかっこいい。そうなんですよね。さあ、こちらはどういった場所なんですか？こちらはモレルの、トライアルハウスですね。つまりここではい。品種をね開発する会社なんですけども、ですよね。その品種の開発っていうのはいろんな段階があって、はい。ここで選抜をしていく。どういうふうにどの品種がねどんな能力を持っているのかな、どの子をお届けするのがいいのかなっていうのを、はい、こうやってテストをしていくような場所なんですね。でしかも世界にいろいろここから発信されていくっていう場所なんですよね。そうなんですよね。それ見ちゃっていいんですか？これ公開してるものなんですか？これはね、なかなかねここに来る人っていうのはそんなにそうなんですよね。限定されてます。こちらのお客さんと生産者がメインだけ。そうですね。大体こんな風に一応メディアとして来るっていうのはあまりないことなんですか？特に日本からはもう初めてです。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。また僕のチャンネルで初公開しちゃっていいんですか？いやもうね、もうこういう映像が入るということがまずない場所なので。いやだからいいんですか、それ。はい、あんな風にその場のノリで僕は行きたいって言っちゃって、そこから三上さんだからこそもうなんとか来てほしいっていうことでモレルの皆さんが心待ちにねしていただいてたんでね。はい、本当に来ちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、なんとじゃあ日本への初公開ということ。初公開です。間違いなく初公開になります。はい。じゃあ早速、はい、中にいいですか？はい、どうぞ。僕も全くまだ見ておりません。はい、お願いいたします。お願いします。やったー、行きましょう。ついにこの中を入りますよ。はい、入っちゃいました。バスティアンさん、いやいや、なんでもう終わったみたいな。ぜひ一緒に。はいはいはい。改めてバスティアンさんペラペラなんですよ、日本語。すごいですよね。少し日本にもね住まれてたんですもんね。そうですね。で、あれ見ていただいたら、すごい国旗だ。そうなんですよ。日本のね国旗もちゃんとついてますよね。日本あるじゃないですか。ここは本当にいろんな国の方が来られる場所なので、どの国の人が今日来るかっていうことで、その人たちをこう招待する意味でもこう旗を掲げて、今日来られる方の国旗を掲げてくれてる。そうですね。なんて優しい。すごい、ちょっともういよいよオリンピックが出てきましたね。すごいですね。モレルさんの旗もあって、各国の方が今日は中国、フランス、イタリアと日本です。日本。ちょうど風吹いて今いい感じになってます。やった楽しすぎます。ここに運命の扉が。そうですね。すごい。日本へは初公開となる扉でございます。いや、失礼します。失礼します。うわー、おしゃれー。わお、モレルワールドが広がっております。おしゃれですね。ハウスの中と思えないんですけど、もうお部屋ですね。いよいよね、この中のまずは展示メインのじっくりのちょこっとじゃあこっちは。
人魚の会場の中に、はい、よし、じゃあ行かせていただきます。うわー、これぞここから夢の世界が広がる扉でございます。うわ、まだ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 行きます。アンドゥトアですかね。あ、そうです。じゃあ行きましょう。夢の扉へ。アンドゥトアオープン。うわーモレルワールド、夢の世界が広がりました。いい香り。すいません、僕だけうるさくて。すごいすごいです。皆さん、日本初公開シクラメンの最先端がここにございます。世界各国の皆様が今どういう状況なんですか、皆さん。そうですね、今は試験品種を見てて、試験品種、そうです。こうカタログ品種が展示されて、はい、カタログにすでに載ってる、はい、皆さん生産者の皆様がよく知ってる品種の隣に改良されてる新しい品種、株の形が良くなったとか、さらに和製になったとか、そういう対称性が良くなったとかっていう新しい品種を横に並んで比較する。だからまだカタログにも載っていない、ね、はい、新しい名前がついてないものもたくさん、名前がもうみんな名前ついてない、初めて。本当にフラワートライアルジャパンでもね、初公開バンバンやらせていただきましたけど、本当に初公開ってことになりますね。そうですね。まだ販売されるかもわからないそうですね、品種が並んでいる。もう大半の試作品種は販売されないんですね。されない。もったいないちょっともう入り口だけでずっともう痛いぐらい、めちゃくちゃ綺麗ですね。すごいすごい。あ、マカロン。これマカロンもやっぱりありますね。そうです。この FTG で展示してたね、フラワートラジャパンでもマカロン2025年のもう秋からいよいよ本格的に販売されたものですね。すごいカラフルなんですよね。すごい。ちょっとこれどれぐらいの広さがあるんでしょう。広さは、ハウス全体で、5000平米ですね。でこの半分ぐらいだから2000。ここ今半分なんですか。そうですね、ここ半分です。そこに何品種ぐらいのシクラメン。品種はもう全部ロットで考えると700ちょっと。紹介していいんですか、そもそも。あ、そうです。品種は大丈夫です。大丈夫なんですか。はい。ちょっとこの後じっくりと紹介できる限り品種をバンバン紹介していただいて、で日本でも販売していただいているもので、もしかしたらこれから販売されるかもしれないものとかもあります。じゃあ本当初公開。そうですね。白山さんも私たちも今日初めて見るものがたくさんあります。はい。なので私たちがここでこういう風に改良されていってるんだとかを見て、でこれを日本の農家さんにこうテストで届けて、本当一部の名だたる農家さんたちがこのテストをしていって、日本だったらどういう風になるのかなとか、そういうのを確認しながらチェックをしていく。それを1年2年ってかけて。うわー、そうかかるわけですね。はい、またここから2、3年はかかってしまうわけですね。はい、いやー、それを今日はそっか。今日今ね撮っていただいているのは白山さんの柴崎さんに撮っていただいてるんです、はい、ありがとうございます。お二人でそれも今日見に来て。そうです、はい、なのに僕の撮影手伝ってもらってます、すいませんすいません。どうしよう。でも知りたいのはやっぱりこれもじっくり後ほどしっかり見るとして、どうしてモレルさんがこのシクラメンにこう栽培していくようになったのか、モレルさんってどういう会社なのかっていうのも知った上でしっかりと見たいなって思って。そうです、そういったものって教えていただけたりします。ボステナさんがご紹介。いや、僕じゃなくて、はい、モレルの、4代目のモレルさんってことですか。じゃあそうですね、モレルさんのモレルさんモレル社のモレルさんに会えるんですよ、ついに。そうです。わじゃあお願いします。じゃあどちらにちょっとすごいことになってきました。Hello. Hi. モレルさん。モレルさんですね。創業者のひ孫ですね。すごいです。お願いいたします。Nice to meet you. どういう風になったのかをお願いできますか。Okay. As you know, Morel Company has about 100 years ago. It all started with my great-grandfather in 1919. He started cultivating cyclamen, and he also, at that time, he was also growing other crops as primrose or vegetable crops. And then his son, Charles Morel, my grandfather,
took the business and continued to improve varieties. He has a great sense of color, and in his whole day he was painting a lot. He has a lot of sensibility. So then his son took over the business in the 70s. They established in Fréjus, South France. At that time, the company started to be more popular and developed internationally. Modernization of breeding practice and creation of the first Morel F1 hybrid. This is my father, Guy Morel, who did the breeding, and he built the first hybrid in the 80s on the market, and he developed a large range of standard and fancy varieties. Has a fringe type, Victoria type, or flamed color type. Then, yes, the company expand internationally in a lot of countries. I joined the company in 2008 to help my father store all the genetic of the company into a software. So I was directly involved in the research area. In 2018, we launched a new variety Indica, which is quite famous today. And then my colleague Céline and Violaine, the actual breeder, joined us in 2011. Then the company was taken over by a French family business in 2020 with a new director, Eric Baud. And the company continued to develop by acquiring a new company, Adcoon Quercus Company, which used to breed botanical cyclamen and Helleborus, and that's a real interesting new development for us toward new varieties. すごい歴史。そうですよとね。んでもない。ギュッとねまとめていただきましたけども。 100年以上のね。すごいですね。次々こう進化していったと。はい So, this is real cyclamen seeds. リアルシード。 Real わお seeds, real 綺 seeds. 麗、もうなんか宝石みたいですね。皆さんこれがシクラメンの種ですよ。すごい。 About the seed production process, how does it happen? We sow the parents line in February, March, and then the seeds are developing. It takes like 3 weeks to 6 weeks to germinate, then develop, then root inside the stuff. And then the plants are repotted in June, and we have cyclamen in flower in September, October. Then in the greenhouse, we separate our parents line depending on the area, depending on the hybrids we want to create. So pollination period is between November to March, and then we harvest seeds from May to June. Then we clean the seeds, we wash them, and we store them very properly. And then to assure the quality of our seed, we sow the seed in the next trial in November, and we control the quality of our seeds. So it's a whole process, very interesting and very rigorous as well. 僕らってシクラメンの時期だけをね見てますけど、ずーっと種から。しかもこれが交配されてまだどんな植物が出てくるかわからない段階なんですね。どんな子になるかっていうのが。これじゃ分かんないですもんね。はいはい。ここから新たなものが生まれる。そうですね。すごいものが。アブソリで漏れるのような。そうですね。生まれるかもしれないですね。かもしれない。 So what about taking a hat now? おーかっこいい。何ですか Yeah. これ。モレルさんの。そうですね。かっこいい欲しい。いいんですか？いいんですか？おー、Thank you。 Happy for your visit. Thanks for being here. これ売ってるんですか？売ってないですね。売ってない？訪問してくれた人だけもらえる。証ですね。嬉しい。いや売った方がいいですよこれ。ちょっと使わせてもらいます。ちょっと社長に話してみます。 Wow. イエーイ。 Good. Ready to go. これつけて今日はもう一日潜入させてもらいます。
でここからは藤原さんになんと撮影をしていただいております。ありがとうございます。はい、願いします声だけで失礼いたします。声よろしくお願いいたします。はい引き続き出演を。で柴崎さん、あちらでご自身の仕事を大事なね写真をすべての品種写真撮ってるんですよね。そうです。すごい、はい柴崎さん、先ほど撮影ありがとうございましたありがとうございます。ではじゃあここからよろしくお願いいたします。増谷さん引き続き、まずどんなモレルさん品種を作ってらっしゃるんですか。品種は大輪からはい小輪まで、7つのシリーズがあって7つのシリーズ、そう分けてるんですよね。そうですねカテゴリーに。これは大きさなんですよね。そうですね、まず花の大きさから、選別してる。大きくセブンシリーズ7タイプで、ソリューションって32 32に細かく分かれているということなんですよね。そうか。でもうそもそもこちらはその生産者さんに向けてのトライアルですね。トライアルなので、こうやって1個ずつの交配をチェックしながら進んでいて、もうモレルさんグローバルなね、市場を持ってらっしゃるので、日本ではどちらかというとガーデンシクラメンとかミニ系が好まれますけど、え中国とか今ね来てらっしゃいますけども、中国の方々とかですね、あとアメリカの方々、イタリアの方々なんかはどちらかというと大輪系のね、大輪ですね。はいこの特にこの大きいフリンジ系の赤は綺麗ですね。中国とかで人気ですね。うわー、もう炎ですね。すごい。そっか、国によって大きさのこの好みっていうのも変わってくる。そうですね。こっちで言うと、みんな番号、交配ごとに番号がついてて、今年は001がこの新種。名前はあるんですか。一応この新種はすでに販売してて、そうですかカーリーブライトスカーレット。かっこいい。これ日本ではどうなんでしょう。ありますか。そうですね、あります。おー、見つけ次第皆様めちゃくちゃかっこいい。大輪やっぱいいっすよね。そうですね。でそこで、ちゃんと花がフリンジュなのか、株が締まって作れるのかとかってチェックしながら、もっといい交配ないのかっていうのを、こっちまた別の、こっち変わってくるんですね。また違う品種。ここも違う、ここも違います。これ微妙な違いで品種分かれてるわけですよね。これどう違ってくるんですか。例えばこことここと。ここですと、もうちょっとこっち和製に早めに咲いてくれる。そんな感じですね。あとこの竹のもうちょっと若干他のところよりも若干短く見える。確かにこの竹ですね。そうですね。少し低めに咲いてくれる。そのちょっとの違いで分けてこうやって置いてるんですか。そうですね。それを生産者さんがそれぞれ選んで、うちではこれを売るよと。そうです。またこっちのが良さそうだからこれ増やしてよってこと。増やしてくださいっていうのを柴崎さんみたいな方が言ってくれます。じゃあもしかして700全部写真撮るんですか。そうですね。ということですか。でここ今もうすでに販売している品種も本当に今地道な作業なんですけども、少しずついろんな改良がなされていってて、でこの改良バージョンを本当にどれがいいかっていうのを今後生産者さんに届けていく段階に入っていくんですね。はい。でそれを柴崎君が、さあどれを日本の皆さんにお届けするかっていう大元のところから考えていってると。日本に届くモレルさんのシクラメンは今柴崎さんの手にかかってるってことですか。そういうことですよね。ちゃんと写真が撮れてなかったら伝わらないわけですもんね。はい白山さんでまた考えていくってことですもんね。後ろ姿で背中で語る柴崎さんいいですね。こういう方が世界中から集まってるのがまさにこの今の時期っていう。ですごいな。この例えばすでに今カタログでずっと販売している品種、日本にも、たくさん作ってもらってるんですけども、今度はこの交配の方がいいんじゃないのっていうのが、モレルが考えて、今プレイントロとまだカタログじゃない。だから柴崎さんがちゃんと写真撮って生産者日本の生産者の方さんに紹介して、既存の品種よりももっといいですよって言って試してもらって、皆さんが本当に良くなったんだっていう評価をしてもらって、うちらがもっと種を作るようになります。あとはこういうまた違う花形、ライチっていうんですけど。ライチですか。綺麗だな。で例えばこの中の
ロットで、こういうちょっと色が違うオフタイプっていうのが、最初の段階で出たりするんですけども、確かに色違いますね。そうですね。で、柴崎さんとかみたいな人がこれ日本に欲しいって言って、はい、で今度行く週間に話して、はい、日本では多分こういう色のが人気があるって言って、行く週間もそれを取ってまた選抜。趣旨のところで教えていただいたみたいに、できるだけ均一に同じものが作れたら理想的なんだけども、やっぱりこう自然の現象なので、たまたまこういうものが出てきますよと。でもその時にこの品種がすごい日本の方々が好きな色であれば、これも重要な情報なんですよね。そういうことか。だからもうこのトライアル、まさにこういったものもこう含めて並べて皆さんに選んでもらう。そうですね。僕これすごい好き。これがだから本当にお眼鏡にかなえばこっちが増やしていこうってことになるってことですね。そうですね。もうちょっと時間かかるんですね。5年、8年、10年。いや10年。そうですよね。僕らの手元に届くまでにはそんなに長い道のりがあって、しかもこうやって選抜されて選ばれし者が。その後国によっても、はい、色が人気の色もあったり、日本ですと白はいまいちですね。そうですか。星は欲しいんですけども、はい、それよりも赤ですね。ほう、確かにそうかも。けども別の国ですと、やっぱ逆に白がいいとか、結構そういう文化的な背景も考慮しながら、品種の紹介を。なんか深いですね。本当それがやっぱりお国柄というか、そう文化的背景が花に示されるんですね。そうですね。あと冬とかがちょっと厳しいとか、こう光が少ない北ヨーロッパとかですと、こういうちょっと濃いダークな色はあまり人気ないですね。もうちょっと明るくしたいんで、こういう面白い。そうか、パッと華やかにしたいから。そうですね。あそこはイタリアの生産者なんです。今イタリア、その奥にいらっしゃるんですね。そうですね。イタリアの方は何選ぶんだろう。やっぱりそれっておっしゃってた通り個性が出るんですか。全然違うんですか。やっぱり全然違いますね。面白いな。やっぱこの大輪の花弁がノーマルタイプの赤は、イタリアの生産者はすごく細かく見ますね。ですね。やっぱりイタリアは赤が好まれる。でも日本も赤なんですね。そう、日本も日の丸の赤でもありますからね。丸弁。確かに。丸弁にこだわってて、今まで日本にあった国内育種家の品種は丸弁が結構特徴。だからそのこだわりがあります。なるべく花弁が丸い形。レベル。だいぶ丸いですね。こういうフラットで丸。これもね、昔はこの日本人の育種家さんとかがどんどん丸い弁で可愛らしいのを作っていって、でモレルさんもいきなりこう丸かったわけじゃなくて、長年いろんな声を聞きながら今これだけ丸い可愛らしい形を作られるようになってきたっていうことなので嬉しいですね。共同でだからこそ日本人好みのシクラメンを目指してくださってるんですもんね。あとはさっき言ったようにこの最初の段階でこのライチ、さっきもライチだったんだけど、フリルのライチありました。こっちはフリンジじゃないライチタイプなんですけども、綺麗ですね。これまた多分最初の展示の段階、こういうような株が1個出てきたんですよね。で、これがいいんですよって言われて、今度またそういうことですか。で皆さんが欲したから、そうこれがいいよって言ったから、じゃあ増やしましょうで増やしましょう。オーディションに勝ち残ったってことですね。すごい個性があったからこそここで増えることができた。そうで今度プレインプロまたすごく好き。この色、心洗われる色ですね。もう埋もれてますよ。幸せ。いやレッドサティスファクション。はい。まさに満足。そうですね。サティスファクションですよ。日本でも、結構、人気の。やっぱり日の丸感があるんですよね。周り白くてね、赤みがあって、いやー、やっぱり日本人に好まれている。そうですね。最初の段階で柴崎さんがこれを見て、これいいねって言って。心をお持ちで。そうですか。じゃあ柴崎さんが気に入ったことで、これは日本人に行けるよっていう。っていう
情報をもらうと、うんこちらも育種の段階とかその試すのにもうちょっと種の量を増産して、そういう情報が欲しいですね。はあ、貴重な場なんですね。これよくこれ出てきましたよね。バイカラーなんですけども、よりこっちは、白の縁取りが薄い。もうちょっといきますと、もうちょっとこう多いはい。白い部分が大きい品種もあります。シルバーリーフもうわー、リーフですね。シルバーリーフ綺麗ですね。花弁が白いなんですけども、リーフがシルバー。ちょっと芸術ですね。本当に。はあ、葉っぱ大きいですね。葉も花も大きい。そしてシルバーリーフ。そういう多分日本で見られる姿とだいぶ異なるんですね。日本の生産者はすごい手間かけて育みしたり、はい、葉を組み直すんですよ。そうやってもうちょっと多分葉っぱがちっちゃく、はい。たくさんつけるんですけれども、ここはあくまで育種のトライアルなので、こういう品種の良いところも悪いところもこう、出るような作り方っていうか、その隠さない。それがもしかしたらね、当たるかもしれない。これがいいってなるかもしれない。そうです。で、僕の好みとしてはやっぱ葉が小さいものが今主流になってるんですけど、大きいのは逆に僕すごい惹かれたんですよ。これいいなと思って。大きいの、このシルバーリーフだからこそかっこいいですよね。そうですね。そこは多分結構作り方によって生産者、多分日本だと小さい葉が好まれてるから頑張って皆さんこうちっちゃく作れるような芝居管理だったり、はい、光のそれをまた光量のできるのがすごいですよね。うんそっちを目指す。いや、なんか逆にそういうのが増えてるからこそ僕はこっちにちょっと今感動しちゃう。大きいのだからこういうことが起きるわけですよね。こっちでいきますと、はい、普通のビクトリアほう、で大輪ですとビクトリアですね。大輪、モレルの大輪ですとこの 50% しか出ないんですよ。と言いますと、こう小輪ですとビクトリアは 100% なんですけれども、はい、100% で勝利が出てくる。大輪ですとおお、本当だ。こういうそういうこと。50%、それもメンデルの法則ではあ今のところは 50% しか、出してないんですよ。これ同じってことですか？ここ。同じ品種、同じってこと交配なんですね。同じ交配なんですけども、全くこう違うものが生まれてくると。そうわあ、色味はね、確かに一緒ってわかりますね、やっぱりね。で、このフリルが出るか出ないか。そうです。出たものがビクトリアになる。そうってことなんで、ですそれでね。名前がビクトリア50。おお、50だ。だから50。面白い。でもそれもだからいいですね。それだけの価値があるってことですからね。そうですね。で、今年の、目玉なお、来た、目玉。プレイントロはこっちは尺にはい。見えるんですね。はい。でしかも全部そうに見えますけど。香りもついて、アブソリュだ。僕好きなアブソリュで漏れる。の大輪版。今までだって小さかったですよね。そう、今まで小さいものしかなかったんですけども、これから僕大好き。園芸店で見つけたら必ずゲットする。これ香水の香りなんですよね。うん、いい香り。ちょっとね、大輪だから余計香りますね。うん、すごいですよ。実際に香水のこれイメージなんですよね。そうですね。アブソリュってそういう意味。それは香水の中で一番、キュッとなんかそう蒸留したってことですよね。そうですね。はあ、すごいんです。日本でもこの少林タイプはだんだん出回っていってて、でも大人気なんてすぐなくなっちゃうんですけども、それは大輪が来た。そうですね。これからまた少しずつ量が増えるはずです。ここに来ていきなりすごいものがガーってこれまだね、日本でもフラワートライアルとかでもアブソリュの大輪っていうのは初めて私あれもだって藤原さんもそうですよ今回それが出るんだって驚いて今見てますから、は撮影してもらっちゃうんですい、よね。いや藤原さんすいません、撮影ながら。いえいえいえこれすごいですよね。そうなんですよ。アブソリュって本当に人気で、はい、希少種というかですね、まずそんなにたくさん出回ってないんですけど、それがもうついに大輪まで出ちゃいましたねということで、まだ私たちもね最新の品種をずっと見てるはずなんですけども、はい、これは今回来て初めて知りましたね。ちょっと待って、フラワートライアルジャパンにもこれから出るかもしれないってことになりますか？そうですね。これはカミングスーンってことですか？来年は少し展示する
予定ですね。先に僕の YouTube チャンネルで出しちゃっていいんでしょうか。大丈夫ですかちょっと待って。大丈夫です。おおうわー、趣味は園芸チャンネルトライアルジャパンということで、こちら発表ということになります。ありがとうございます。あー、どうですか、香り。まさに香りはアブソリュそのもの、ねほんとそそうですよねのものの香りです。これは多分この鉢を一鉢家の中に飾るだけでもう家の中が天然の香水で満たされるようなそんなぐらいの香りがね、いい香りがしますよね。で大きくなったからよりそれがそうですよね。香りするようになってますもんね。いやー、皆さんもうこの見た目もすごいし色味もすごい、それがしっかりと大きくわかる。これ日本人は少林好むといえど、アブソリューズモレルに関してはこっちがいい大きくしっかり香ってくれるから。そうですね。これどっちも例えありですねばギフトとかで箱で届きました。開けた瞬間に香水の香りがふわっと広がるそんな来ましたね。商品になるんじゃないですかね。日本人今2人大興奮していますバスティアンさんギフトにぴったりですね。そうですね。カタログに載るまではあと2年、うんうんうん。 3そう年。本当に先駆けて今この公開しちゃってる。先に見ちゃいました皆さん見ちゃいましたよ。待ち遠しいですね、手に入るのが。本当にここ今すごい香りで充満しております。もう洗練された高級な香水の香り、甘さとフルーティーさも兼ね備えたような、本当にこの花でしか味わえない香りですよね。いやー、いい香り。ありがとうございます。突然現れる初公開ちょっとびっくりですね。さらっと紹介されるんですよそうですよね。この重要情報。これ一つでもう一本の動画にしたいぐらいなんですけど。フリンジ咲きがクリスピーのあ、クリスピーのも人気ですね。そう、まあ処理もスタイリングも両方ありますね。これでも買ってフリンジしてますね。もうだって切れ込み入ってますもんね。うん。花もそうですけど葉っぱまでフリンジがやっぱり。ああ、そういうことですね。うん本当だ。ここもだ。ここがギザギザと。香りとまた、違いますね。香りは結構葉っぱが普通なんですけど。葉っぱはね、シクラメン花葉弁がっぱ。そっか。よりこのねフリルが強いですし、葉っぱの方にも入ってくるのがクリスピーの。うわー。さあ、そして中輪タイプ。あ、もう代表的なインディアカ。インジャカですね。うん。で、今まで、4、5色あったんですけども、それに加えて赤おお、増えましたか。増えました。うわー今年カタログに新品種として最新品種ですね。これは下の方がちょっと白になっていってるんですよね。わあ、面白い。綺麗ですね。あとはこのチュリンでここのメタリス、メタリス、かっこいい。シルバーリーフの、まあ、メタル。メタルから来てるんですね。そうですメね。タル感ありますよ。藤原さすごいん、ロックですね。はい。光ってますよね。ねえ。藤原さん、ギターもやるんでしたっけ？そうなんですでよ。すよね。メタル感ありますね。はい。僕もねギターやるんですよ。ロックしたくなりますね。その名もね、メタリス。メタリス。かっこいい。アバニコのアバニコだ。はあ、すごいですね。これまバイカラーでフリンジ咲き。アバニコは、はスペイン語でセンスっていう意た。味。へえ、確かにセンス感あります。はあ、素敵ですね。いやー、こちらもまたうん美しい。はこっちフラワートライアルジャパンでも、はい展示してたクロシェットですあ、ね。クロシェット。まあ、フランス語でクロシェットっていうのが鈴。鈴、まさに下向いて、なんかクリスマスにぴったりですね。うん。ベルが鳴るような、このまんま飾ってクリスマス飾りも一緒にしたいような印象ですね。葉模様もすごく綺麗ですね。あ、葉の縁がねしっそうかりあるんですね。濃い緑。はあ、面白い。惚れ惚れしますね、本当。あ、来ましたマカロン。いやー、もうなんかモレルさんといえばマカロン。そうですね。一可愛番らしい。処理の中で一番コンパクトな、うん株ですね。もうブランドになってますね、マカロンとしてね。まあ、特徴としては和製で、はい。耐暑性も良い品種です。しっかり暑さにも日本の暑さに負けないということでしたね。そういうことです。で、揃いも
いはずうんと、いろんな花色モレルの特徴の、全身種に関してなんですけども、光が強い、またこう夏の温度が、高い環境で、育種しているので、こう花色がすごく鮮やか。鮮やかな色合い、こちらでございます。いや、こんな揃ってるのをついに出会いましたこういう風にもう花壇作りたいマカロンだけでこんな風にできるんですよ。いやー、いいですね。同じ色でまとめるのもいいけど、こんな風に鮮やかにミックスさせる、そうですね。理想的。一応こういうちょっと北欧のための、北ヨーロッパのためのおお、色合い、ニューノースミックス、ノースミックス。北のミックス、そうで、そっちサウスミックス。サウスミックス、面白い。そうですね。南フランスにもうちょっと赤。本当だ、色味あっちが濃いです。で、こっち白だったりピンクが多いんですね。はあ、こういう風にやるといいよっていうのも提案してるシリーズになってるんですね。そうですね。じゃあ同じミックスでもこう配色の配分が違うと。そうですね。いうことちょっとこっちは情熱的な感じしますもんね。ちょっとジャパニーズミックスも作ってほしいですね。それができちゃう、絵の具のようなね、カラフルさを持ってるからできちゃうのがマカロン。可愛らしい、本当日本人好みなそうですね。花ですよね。いや、素敵。でこっちもポットサイズがこの9センチですね。日本でよく見る小さい、はい、もうやっぱり活用しやすいんですよ。寄せ植えにもいいですし、どこにでも植えられるサイズ。はあ、可愛い。葉も小さいですね。素敵でございます。白とか赤に関してはメジャーな色なので、はいそこはだいたいいつも2パターンあるんですよね。こっちも一つで、ニューこっちですねも一つ、両方維持するんですね。ね。ホワイトは2つ。そうで、赤も2つ。やっぱこの重要な色なので、はい。生産者のこだわりも、すごく強くなって、こっちホワイトでこっちピュアホワイト。ああ、花の色がやっぱり違うんですね。ちょっとこっちクリーミーなものも。あ、本当だ。うわ、繊細。この繊細さ、日本人好みですね。そうですね。あと隣にありますので、ちょっと比べやすいんですけども。この本当白でもこの違いって絵の具じゃないですか、本当にこの違いを描くように作るのがマカロン。ちょっとこう庭作りが楽しくなりますですね。同じ白でもこんなに違う。ありがとうございます。さあ、ここからはいよいよモレルさんのスペシャルな品種を紹介していただきます。よろしくお願いします。お願いします。ダダーンと、それこそフラワートライアルジャパンの拡大版という感じでございます。行きましょう。まずはファンタジアからですね。はい、ファンタジアも大人気のそうですね。品種ですね。はい、よく昔からある品種なんですけれど皆さんも、も馴染み深いんじゃないでしょうか。ファンタジアの特徴はこの花弁の先が、白い縁取りがあるっていうのが。綺麗。このね、先ほどもお話の中でありましたけど、ちょっとグラデーションがかって、このそうですね。外の花弁の方が白くなってるんですよね。そうです。で、カラフル。カラフルですね。うん結構昔からある花形なので、はい。だいたいすべての色に出てますねへー。パープル綺麗、マジェンタ、はい。フクシャ、赤。で、どんなサイズでもミニから大輪まで。うわ、なんか素敵な言葉が。そうですね。はいこのファンタジアっていうのがそのファンタジーの世界とか魔法の世界もうかかってるなんですけれど感じも、妖精は必要ない。こういうファンタジアがあれば、はい。妖精が必要ないっていう。ノーフェアリーですね。そうああ、面白い。こういう遊び心というか、そうですなんだね。キャッチフレーズがあるんですね。そういうようなキャッチフレーズをへースタートしてますね。確かに本当なんかファンタジーの中に出てくるようなね、夢の世界が広がるような色合いですよね。ありがとうございます。大人気品種でした。さあ、どんどん行きましょう。続いて、これ僕好きです。ビズっていう、すごい優しい色合い。そうですね。はい。結構これはミニタイプで、初輪タイプで、特徴としては壁に、そうですよね。白いエッジがエッかかってて、ジですね。本当に細いエッジが。そうです。でもなんとも言えない優しい色合いですね。その後は、シルバーリーフの、葉っぱが。皮膚も綺麗で、いや僕特にこっちの色が好きで、これすごいいいですよね。見事じゃ、しかも花弁がちょっとねじれてる感じ。そうですね。こっちもサイクルしてる。サイクラメン。こう出てきた時にここがね、くる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 するのがサイクラメンの由来ですけど、こっちもしてる感じですね。面白い。これは改めてビズっていう。ビズっていうんですね。そうですね。日本語で言うとフレンチキス
素敵。レディフォーフレンチキス。わお。ちょっとからね、フレンチキスの準備はできてるってことですね。おしゃれ。おしゃれですし、だからハートなんですね。ああ、確かに愛の形がここにあるような。うわー、好きです。ありがとうございます。こちらも日本で。そう、手に入る手に入りますね。さあ、どんどん行きましょう。インディアカね、先ほどもご紹介いただきました。インディアカは特徴としては、ファンタジアと逆で、そうですよね白い部分が花弁の下。そういうことなんですね。あ、その色のこの下に白か上か白かでインディアカかファンタジアっていうのが分かれてる感じですかね。ブランドが。ああ、分かりやすい。これで選びやすくなりますね、また。ああ、どっちが好みかですよ。皆さんどっちがお好きですか。いいですね、これも。そうですね。違う意味でファンタジー感がありますけど。はあ、いや綺麗です。これもね、なんとも言えない色合い。もうやっぱ白とこの色味の混ざるところ好きなんですよね。ここがもう本当自然が生み出す芸術。で、インディアカっていう名前は、はいブラジルでスポーツ、ああ、インディアカ、はいはいはい。このバドミントンみあたいなりますよね。こう羽で、ええ。そういうところからインディアカっていう。あ、その羽みたいだからですか。そう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 。なるほどな、確かに。そういうことですね。わかりやすい。そう、なんで急にインディアカなんだろうと思ったんですよ。そういうことなんですね。今度はジョイインサイド。あ、またメッセージが。そう。ノーバッテリーニーデッ電池が不要で、ジョイがすでに中にあると。ド。面白い。ああ、そっか。もうそんなバッテリーなくたってもう喜びがここで溢れて動いてくれるよと。そんな感じです。はあ、素敵。楽しい。なんか意味を知ると余計深まりますね。あ、もうね、何度もフラワートライアルジャパンでも今年もご紹介いただきましたが。そうですね。タキシードですね。はい、タキシード。かっこいいですね。こっちの特徴はこのダークなマジェンタの花色にシルバーリーフ。はい。そのコントラストがタキシードをはい。連想させるような。でも名付けた方天才ですよね。本当にその通りですもんね。タキシードにしか見えない。このラベル込みでいいですね。やっぱね。これ好きだな。ドレスアップですね。やっぱもうね。自分はすでにタキシードなのでネクタイ必要ないと。そういうことですか。はあ、いやもう本当フォーマル感ありますよね。かっこいいんですよ。また違うね、他のシクラメンと合わせるとまたね、キュッと引き締まるアクセントになってくれます。ありがとうございます。こちらもね、最新品種としてもうね、出回ってるんですもんね。出回ってますね。やったー。さあ、そしてあとこちらもラビアンローズ。ファルバラっていう品種なんですけども、それも何年前から出てる品種で、もうこちらも日本で日本でも人気香人気る品種。シカメンのこちらもう今香ってます。この時点で香ってます。すごいです。うわー、ラビアンローズ。本当にバラのような香りがしますね。はあ、優しい香りがしっかりするんです。で、このボリューム感、豪華ですから、これもこれ大輪人気品種ですね。大輪ですね。いや、もう本当一株でバッとね、お部屋が華やげますよね。ありがとうございます。すごい、こんなに贅沢に紹介していただける。どんどん、クリスマス、メリークリスマス。本当にクリスマスの花だ。色がまさにクリスマスですね。こっちはファンタジアの大輪、もう皆さん、ファンタジアは特徴、ね、上が白ってことですね。そうですね。ああ、ファンタジアの大輪だ。ちょうどクリスマス色に。本当ですね。緑と赤と白、すべて入ってます。クリスマスっていうとポインセチアですけども、もうポインセチアと一緒に飾りたい、そうですね、そんな色合いの。こちらはファンタジアの一種ということ。そうですね。さあ、そしてこちら、ビクトリアですね。はい、ビクトリア。どんな特徴でしょうか。ビクトリアはこの王冠が、花弁の上にある王冠が、特徴ですね。それでビクトリア女王。そういうことなんですか。そうですね。はあ、もう女王になれる花。王冠をイメージ、女王の冠ですね。確かに特徴的なね、花形ですよね。また上の方だけちょっと色味がかって、下も色がかってると。そうですね。だいたい目とこの王冠が同じ色で、花弁は色がついてたり白かったり。目っていうのはね、この下の愛と言われるんですね。ここもしっかり色づいて、同じ色が上にもこう優しくね、またほんのり出てるという。でここは、ビ
ビクトリア、中輪のビクトリアサーモン。はいビクトリアさんこれも最新品種ですよね。そうですね、まだ、うんカタログに載ってない。カミングスーンで2025年秋のフラワートレアルジャパンで初公開した品種です。もう本当に穂村感が好きなんですよ。このね炎のような美しさ。でこっちは初輪の、はい。改良された品種なんですけども、さらにパフォーマンスが良くなった。昔からあった品種なんですけども、フリルがより強くなかかってそういうことですか。フリルが強くなった。そうですね、あと株がより締まるようになって。ギュッと。確かにちょっといいですか。おお。形いいですね。綺麗に収まってますもんね。ビクトリアの中でも、ん。香る来た。ビクトリア、アブソル・ド・モレル。出ました本当に今大人気品種でございます。そしてこの色合いはしっかりビクトリアの色合い、最高級の高級香水の香りがしております。うわーこれあれですね、部屋にもう置いたら部屋がそうですね、けど部屋に置くならはい今度大輪。出ましたっていうことなんですね。これさっきのね、そうですね、先ほど見せてもらったのがこれが小輪タイプで、大輪がもうちょっと先取りしてさっき教えてもらっちゃいましたが、こういうことなんですね。よかった、比較できます。こうなりました。もうこちらももう最新品種ではありますけども、そうですね、今もうちょっと手に入るようにねなっていた中、そこからさらに進化して本格的には来年以降ですね。いち早く今日ご紹介をしていただいております。お、こちらはまたちょっと日本の桜のイメージですか。そうですね、嬉しい。これは日本ではいちょっと人気のある品種ですね、出ましたちょっと変わってて、真ん中から入ってますと、この折り紙、なんですかこれ形が。ビクトリアに似てるんですけども、はいビクトリアよりもさらに縮んだ、花弁が縮んだような。てか折り紙っていう名前がもうまず日本語なことがとっても嬉しいのと、まさになんですよね。折り鶴にそっくりなんですよ。折り紙で鶴を折った時ってこんな形に、ね、なるじゃないですか。嬉しいですね。でも折り紙って本当に世界共通でね、折り紙なんですよね。フランス語でも折り紙あ、そうなんですか。使います。へえ。和名のついた品種でございます。これも日本ではい、販売されてます。今もうされている。はい、見つけ次第ですよ。これは嬉しい。フランスで実は作られている折り紙でございます。はい、モレルさんの。さあ、そしてここは和のゾーンですが、まだまだその日本後はに人気な品種。リリベルですね。これはどういう。特徴としてはファンタジアとはい、確かに上が白。ビクトリアを合わせて、本当だ、上は白だけどここがちゃんと色染まってる。そう、ビクトリア感ありますね。あ、混ざった品種ってことですか。その通りです。ちょっと冠感ありますよね。上、ここビクトリア感ほら残ってるんですよ。こ面白い。う試作の段階では、はい。ファンタジアビクトリアっていう名前でした。いや、まさにそうですよ。その通りそれが一番わかりやすいですけどね。それは狙っていったんですかね、育種で。そうですね。はあ、育種家さんすごいですね。これはもうモレにしかない品種ですね。育種ってすごいですね。こうがあったらいいなが叶ってるんですね。これやっぱ日本で人気なんですね。そうですね。ちょっと変わったはあ、これも販売されてます。はい、素敵です。いいとこ取りですもんね。そこもまた、先のビクトリアとちょっと違うんですけども、同じ、あえて言えば同じビクトリア系ですね。で、その同じビクトリアの家族の中で、はい、出ました。白色のビクトリア、はい、ボタンもそのまま白のままで、白だからあれです。よーく見るとね、ちゃんと冠の上のギザギザというか、あるんですよね。それで白ですよ。はあ、目が良くなる感じ。見ているだけで心洗われるとはこのことです。そしてまたカタログに、はい載ってない品種なんですけども、クロシェット。これだって先ほどあちらでもそうですね。ご紹介いただいたベル型ですよね。そう、ベル型の最新品種ですね。これがシクラメンですか。また進化しましたね。すごい、なんかほんと鈴の音が聞こえてくるような。これもクリスマスにもいいですよね。鈴ですからね。そして来ましたよ。フラワートライアルジャパン2025秋でもご紹介いただきました。ですね。その時は世界初、はい、
世界初公開しましたこちら。日本で、日本のために、そうなんですよ育種家が考えた色合いですね。もう日本人のために日そうです本で売ることも考えて作っていただいた品種なんですよ。桜色ですね。こういうことですね。ロージーグローで桜色のシクラメンを生み出していただきました。いやこの桜色の壁に濃い色のー、はい、リーフがあってすごく映えますね良いコントラスト。日本人好みが分かってくださってることがもう嬉しいですよね。さあなんかもうすごい贅沢な時間次々と紹介いただいてます。さあ続いては藤原さんにも入っていただきました、はいありがとうございます。さあ来ましたね。そうですね。はいプティムラン、八重咲きですね。八重ですよ皆さん、シクラメンの八重、うわー豪華ですね。ブーケのような八重ですね。ちゃんと花弁がたくさんある。驚きでした、初めて見た時。八重咲きで、一輪の花がすごく長持ちする。で花数も豊富。そうですね。あとその鉢サイズによってもこの上がってくる、輪数も変わってきますので。あ、これ今ポットサイズ違うんですね。そうですね。いろい10.5センろ。チですね。ちょっと小さめのポットサイズ。はい。でもしっかり花は咲きます。あ、ちょっと大きくなりましたね。そうですね。はいはいここ12センチです。ポットをちょっと見せていただくとこんな感じで違います。その分やはりボリュームが上が増えていく感じでもありますね。こっち14センチ。ああ、やっぱりあーやっぱり分かりやすい。うんで、こういうふうにじゃあポットのサイズで展開されて販売されている。そうですね。おー日本でも、日本でも。はい、ね10.5から確か15、18センチでもやってる生産者いますね。もう日本でも大人気品そ種うですね。ですよね、藤原さん。はい、もうだからこれとにかくね、はい花持ちがねうんいいので、うんまあそれがもう本当最大の魅力の一つですよね。こちらですうね。ん100 days of flowering。100日咲くと。そうですね。一輪ですね。一輪で100日持つっていうこと。そういうそんなバカな。100日草もびっくり。テストをしました100日草っていう名前ついてるのに、あれは何回も咲いて100日ですから。一輪で持つんですね。モレルでもテストして確か白山のそう白山方さんがすそうなんですごいことやられるんですよね。今は、はい本当に一般のねユーザーさんにもぜひこの魅力を体験していただこうと思って、トライアルですねそうなんですよ。はい私たちプレゼントキャンペーンとかでおーやられ株を、てますよね。皆さんに、インスタとかでもやられてるわけなんですけども、皆さん応募できるんですもんね。そうですね。プレゼントしてもらえて、その分チャレンジってことですね。そうです。今回はこのプティムーランの鉢サイズはちょっと日本だから少し12センチこれぐらいだと思いますけども、はいこういったものをプレゼントして、嬉しい。みんなではい100日持つかチャレンジしようと。そうですね。はい。それもできちゃうことがもう自信あるからできることですもんね。そうですね。多分そのいろんなね環境で、うんもっと持つ人もいるかもしれないですし、ですよねいろんな方がいらっしゃるかもしれませんけども、やっぱりこの、プティムーランっていうのはこの八重で、はい。なんでねこれがそんなに持つかっていうのをね、不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、普通のねシクラメンのちょっと画像とかも花がこうねこう下皮を向いていそうです。ますけども、ね、下向いてるんです。シクラはいメンはみんな花が上にガッと反り返ってる。上に反り返ってて、で中央のところにこうめしべとおしべがね、ありますねこう一番真ん中にあるのがめしべでその周りにおしべがちょこ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 ってついているんですけど、これ一般的な花と同じ仕組み。でそれが八この重ということは、プティムーランになると、はいそのおしべがあ、ほとんどないですね。そうなんですよ。しべがもう花弁化しているそうと。花びらに変わっていっているので、つまりつまりこう本当はねこう子孫を残すためにそっちにこう栄養とかねを使ってさあ次どうしようか子供作ろうかとかいろいろ考える種をね作る見せていただきました。あの種ですよ。この子はもう花びらをね種にならないから花弁を作ることに全力で振り切っていると、いうことでもう栄養がもう全集中していると、いうようなイメージですかね。で大体花をだから受粉して種つけるためにもう花弁は散っていくわけですけど、はいそれがないから長持ちすると。そうですね。花粉が少ないですね。少ないですね。一応あるにはあるけどほとんどだからある受粉はし花ない。もなくはないと思いますけどうん基本的にないっていうことですね。そうですよね。だから育種家さんにとってはね大変かもしれないですけどもよく増やしましたね、はいこんなに。もうそういうことです。八重ってそれが大変なんですよね。そうなんです。苦労して作っているんだけどもできた株は本当素晴らしい能力を持っているので、はい、それがねようやく今皆さんのね手元に届くように
なってると本当ですねいうことで、はい、特にねこのプティムーランは、まあ、僕らもいろいろ実験しているんですけど、特にその花持ちがいいだけじゃなくって、こう病気とかにもねかなり強いんじゃないかなって思っています。長持ちするっていうのは本当にいろんなメリットがありますよね。掃除あんまりしなくてもいいし、いやあとだから残ってくれるから、それでも次々咲いてくるんですよこうやって、はい、だから増えていく一方なんですよね。そうなんですよ。100日間でブワーなりますもんね、はい、あと春も結構綺麗に咲いてる春までいけちゃう、こういうね自然な咲き方をねするっていうのがまたこうナチュラルな感じで、いいですよね。でなんか寄生する時とかも、うん他の植物とか混じりやすいというかですね、そういうメリットもあるのかなと。そう実はシクラメンって本当はね自然に咲いたらこういろんなとこから出てくるんですよね、うんうん葉を組み直して中心にはい持っていってる、しない方が美しいんじゃないかっていうぐらい、美しく自然にこんな風にランダムなブーケになってくれます。でちなみに、うんプティムーランってどういう意味かというと、プティっていうのがはい小さいっていう意味ですよね。小さなはい、でムーランが、風車、ね、はい、そこも風車を描いてるわけですねこれね。花びらもして、小さな確かに風車がたねくさんついてるよっていうイメージ。素敵なお名前、風に吹く姿も美しい、揺れる姿も楽しんでいただきたいですね。さすがフランスの会社だけあって、おしゃれですねこう名前の付け方も可愛らしいですよね。本当ですよ、はいこのロゴもいいですよね。おすすめでございます。日本でなんと手に入ります。さあそして来ました原種系シクラメンですね。そうですね。はい、こちらもフラワートライアルジャパン2025秋に初公開したすごい品種です。お願いします。まずエデリフォリウム、原種エデリフォリウムのシリーズ、はい、リフィリフィでございます。そしてシクラメンクムはいの、シリーズでクミ。クミ、コウム系です。こちらはコウム系のクミというシリーズですごいんですよ。原種系シクラメンがこんな気軽に楽しめる時代がやってきました。詳しくご紹介ください。じゃあまずリフィはリフィ、花は8月から開花してるんですね。はい、でそう大体11月まで。長いですし夏ぐらいから楽しめるそうですね。すごいです。そしてでリフも、こういういろんなかっこいいですよね。パターンがあるのが、特徴ですね。ヘデリフォリウムでヘデラ、IB のヘデラのような葉っぱなのでヘデリフォリウム系と言うんですよね。だからまさに IB のような使い方ができると。だからカラーリーフとしてとっても美しい。で花もしっかり咲いてますね。そうですね。ま可だ憐な花、原種らしい花ですね。耐寒性がすごくうん。良いのが、もう一つの特徴ですね。原種系シクラメンで耐寒性に強いタイプ。ねえ、だから外で冬ももうバッチリってことですよね。そうですね。日本の寒い冬も外に植えて楽しめる、ガーデンでいけると。そう本当の意味のガーデンシクラメンです。ですね。コムもそしてホーム系ですね。それもすごく耐寒性が良くこて、っちもいける。ただ開花時期が変わりますね。はい。11月から3月まで。つまりこっちが11月ぐらいまで咲いてくれて、こっちはその後そうですね。 3月まで。8月からですよね。こっち8は月から11月まででだからこっちつなげれば8月から3月までです。そう8ヶ月間やったー。8ヶ月間ですよ。1年の半分以上がもうシクラメンの花が咲いてくれてる状態がそうですね。庭に植えてしまえば。はあ、すごい。で夏の暑さにも耐えて頑張ってくれるんですもんね。だから植えっぱなしでいけちゃうと。そうですね。毎年毎年、あとまた種ができるので、はいその種から新しい株ができて、さらに花が増えてます。すごいですよ。でクーミがまた葉っぱにも特徴があるですよね。そうですね。はい、コンシカメンはこれ丸いんですよ。葉が丸いんですね。可愛いですよね。こっちがコウム系クーミシリーズでございます。で、フラワートライアルジャパンの動画もぜひ見てほしいんですけども、花がねその時ちょっとまだ咲いてなかったんですよ、クーミは。そうですね。咲いてる。今ちょうど11月で両方の花が、ってこエデリフォリオンもそうか、どっちも咲いてるぴったりな時期ですね。以前のフラワートライアルジャパンは9月に撮影したので、やっぱり11月から咲くクーミなので、今11月撮ってます。なんかすごい感慨深いです。あの時に行きますって言って本当に11月に来てくださいって言って本当に来ちゃったっていうそれがここに現れてあります。本当にこうやって咲くんですね。ね。でこれもう混ぜても楽しめるってことですもんね。そうですね。一緒にそういうコンセプトですね。おー、あ、これすごい。どういうことですかこれ。木の下でシクラメンがたくさん
これ本物ですか？本物の写真です。本物の写真ですか？すごくないですか？ちょっと水仙咲いてるし、うわすごいですね。やっぱこうやって外でね原始系シクラメンはしっかり咲いてくれると、しかも群生させるとこんなことになるんですね。これはフラワーカーペットを作れるシクラメンでございます。強いからこそですね。もう本当に盛りだくさん。そうですね。幸せいっぱいな空間でございます。ちょっと選べないですね、どれにするか。でも、はいやっぱ日本に帰る前にベスト5を、三上さんのベスト誰ですか？ 5を、僕の、はい、選んでもらいたいんです。この776種からそうですね。なんかあれですか、こう来られた方ってそれで選んでいかれるんですか？そうですね。またなかなかメディアもそこまで来たことなかったので、そういう新しい視点でいやとんでもございません。意見を聞きたいんですね。いや単純にでもうわこれいいなこれいいなはいっぱいあったんですよ。それで5つに選びきれないですけど、ちょっと勝手ながら皆さんもねお気に入りありましたかね。ちょっと僕もじゃあお気に入りのフェイバリット5はい、ってお願感じでちいします。ょっと選ばせていただきたいと思います。まだまだ続きます。というわけで突然ですが、三上真史フェイバリット5大変僭越ながらもうめちゃくちゃ悩みました。一番緊張しましたもうこれもいいこれもいいって気づいたら10個ぐらいになっちゃって、選別してちょっとこちらを選ばせていただきました。やっぱり今回驚きました。アブソリュ・ドゥ・モレル、香りが本当に上品な高貴な香水の香り、藤原さんやっぱりすごいこれは、今まで小さい花はいはいだったものがこんなに香りが強く、マーベラス、素晴らしい。もう歩いてたら遠くからね香りがしてくるんですよね。もうこのアブソリュはプレゼントに買ってこのままね、持って歩いてみんなにこうね香りを嗅がせながら行きたいぐらいなもう三上さんめっちゃ似合いますね。だから香水かけなくていいですよね。勝手にこう自分が香水に巻いてるような感じで、本当にすごい香り、いい香り。そしてもう間違いないこのビクトリアの美しい花も咲いていると。しかも大きさが出たので見事ですね。葉も美しくてでギュッとしまってってことですよね。そう、大輪アブソル。来ました。今回この旅で初めて見た、いやびっくりしましたね。大輪系のまたさらっと紹介されるんですよ、続いてですね、これ僕も一目惚れです。もうね、恋しましたこちらに。ビズ。いやーもうね、僕はこのエッジっていうんですかね、白い本当に細いエッジが入っていて、そこにグラデーションがかったこの優しい色合い、でちょっとフリルがかったこのなんかそれこそ風車感もありながら、はい、で葉っぱですよ。それに合うこのまたかっこいい葉っぱ、可愛さとかっこよさが兼ね備わってるんですよね。なんかね、ちょっとグラデーションみたいにね見えるっていうのもまた綺麗ですよね。でそれもなんかこう単色でこうなってるんじゃなくて、細かくなんかほんと筆で描いたような色味の混ざり具合になってるんですよね。いやー綺麗です。本当に恋する、まさにキスしたくなる花だなと思いまして本当に勝手に僕の好みで選ばせていただきました。そして、それこそフラワートライアルジャパン2025秋でもう惚れ込んでずっとこうやって眺めちゃいました、ビクトリアサーモンですね。これ本当に中輪系最新品種ね、下が濃くってここからもわーっと上がっていって最後にまた濃くなるっていうのがね、ここに上にね、控えめなんだけど色はしっかり主張を持って色づいてくる。これ同じ色なんですね。そうですね。はい。ね、上と下で同じ色になっていて、でこれもビクトリアの形なのでちょっと上がねギザギザフリルがかった感じで、ね、しかもこれが中輪タイプっていうのがバリエーションがまた広がりますよね。いろいろな場所で輝く花になると思います。あと好きなドリンクがあって、そうですよね。実はそうなんですよ。僕は勝手にその名前で呼びたくなるようなオランジーナって皆さんご存知ですか？日本で今ね販売されてないんですよ、ドリンク。炭酸のオレンジの飲料でフランスですよね。そうですね。フランス発祥。そうで僕こっち来たらもうそれが飲みたくてついに飲むことができまして、もうね最初に入ったレストランで真っ先にオランジーナを三上さん頼まれたんでめちゃくちゃ美味しかった。しかも瓶なんですよ。そう可愛らしいね形の瓶で、あのまま花瓶にできるような、でもう皆さんワイン飲まれてる中僕オランジーナうまーっつって皆さんワインうまオランジーナうまーってで結構ね下にねこっちは果肉がねそう結構入っててしっかり溜まっててオランジーナみたい本当にもう
下の果肉からオレンジのしてこう泡がね、あ、これ炭酸だ。炭酸ですしましょう。もうこれオランジーナじゃないですか。オレンジ感も一応あるじゃあるんですかね。フランス生まれだし。うわー来た。勝手に僕はオランジーナと。ありがとうございます。そうなんか美味しそうに見えてきそしてやっぱり今回原酒系はどうしても入れたいなと。もうリフィーもクーミどっちにしようかすごく悩みましたが、クーミこの丸い葉っぱっていうのがやっぱりパーシカムにはなかった葉の形だなと。で、まあ、模様もね、いろいろなこのシルバーリーフもあるし、でしかも花がねまたこれしっかり今咲いているのが見えます。やっぱりこちらのね他のシクラメと違いますよね。ちっちゃいこう短めの花弁でもしっかり反り返っていて、中もこんな感じ。可愛いですよね。この可憐なそそとした様子が綺麗ですよ。コロンとしたね、そうそうそう丸っこいお花が、ちっちゃいお花が咲くのが本当にコームのねえね可愛らしさですよね。このコームの葉っぱとだから連動してるような花ですよね。丸みがかってる。でですよ。今4種類選ばせていただきました。もう1種類で今ね撮影柴崎さんにも撮っていただいているんですが、柴崎さんがずーっとこちらの776品種を写真全部撮ったんですよね。でどれがいいかっていうのを日本でこう販売するのを選んでいただいている柴崎さんに。でまだ名前が付いてないものもいっぱい置いてあって、そういうことですよね。で僕もちょっとこれはっていうのを見つけまして、これ出していいんですね。出していいです。ダメ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 。これだから本当に完全未発表ですよ。未公開ですよ。そうですよね世界まだどこにもだって私たちも初めて見ましたから、これはですよね本当に初めて見ました。僕も1週間前に初めて見まあした。そのぐらい新しい松屋さんもそのぐらい新しいね。そんな品種を紹介しちゃいます。はい本当に本邦世界初公開。これはもう衝撃の品種です。僕は勝手にこれを桜だと思いました。ちょっと見てください。おー上から見たらほら桜の花が咲いてるみたいじゃないですか。花弁が5つ、まあシクラメそうですよね。で花色が桜のようで、この上から見たら桜が開花してるよ。でさらに驚きなんです。これしっかりこう開花してるようなんてパッと開いてるんですけど、これ裏面ですからね。で表面本来はこっちです。色が違うんです。より濃いピンク色が。ちょっとこのつつましさ、こんなにね鮮やかな豪華な色合いをもっと上に見せればいいじゃないですか。いや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 、私なんてそんなみたいなこのつつましさがまたね上品だったっていう、もうちょっと惚れ込んじゃって、そしたら柴崎さんもはい、僕も選ばさせていただきやっぱりそう、おーやっぱり日本人好みですよね。柴崎さん、ありがとうございます。白山さんから柴崎さんです。今藤原さんが今度回していただいてます。ありがとうございます。みんなで撮ってます。そう、ちょっとすごいですよねこれ。いや、これは本当にもう初めて見るシクラメンだなと思って衝撃を受けました、最初。僕もです。初めてです。一見してもう最初に見た印象がもう日本人好みだなそうとなんですよ。感じましたちょっ。とロージーグロー感もありますよね。ありますね。桜ですやっぱり。だからもう一緒になってちょっと興奮しちゃいましたね。そうですね。一緒になってもう興奮していつ販売できるんだろうね。そういう感じ。でっていうふうにすぐもう消費者さんのところにね行ってほしいなって思いました。あ、そういうことですね。もうすぐ決まったんじゃないです。まだだから実際のところここからね、皆さんに手元に渡るにはどれぐらいかかるんですか。種がどれぐらい取りやすいのかっていうのもありますし、種がちゃんと取れないと。ちゃんと生産テストしてもらわないといけないですし、いろいろ少なくとも3、4、5年ぐらい。3、4、5年かかったらそれぐらい先にもしかしたらフラワートライアルジャパンで発表されているかもしれない。ね、だからその可能性あります。もしかしたらこれカットされる可能性大。YouTube あ上今撮っております。無事に放送されること配信されるよう僕も編集したいんですが、これじゃ本当に初公開っていうことで出しちゃっていいんですね。いいです。ありがとうございます。三上さんの中で。ありがとうございます。皆さんすごくないですかこれ。このしかも咲き具合も違うんですよ。ね、いわゆるシクラメンのようにこう思いっきり反り返ってるものもありますよ。でもものによっては開いているんです。すごく。そうすると下の色があんま見えないんですね。でもちょっとこうね、シクラメンの下だと裏側の面が実際表面ですかこれは、見えてるという。しかもです。僕は注目ポイントはこの花の脈がしっかりね、またここにピンクが強く出てるんですよ。綺麗です
ちょっとプリムラ・ジュリアンでこういうのもあったりするんで、それ感もありながら、葉っぱもちょっと他と違うんですよね。やっぱしっかり中が濃くなっていて、少しこの縁はシルバーがかっていいです見ましょうよね。裏製くださかかってい。ますよ。そうこのもうこれは2人にかかってるんもうですよ、全て。今回はもう日本人チームは、はい日本チームはもうぜひはい、もうまず販売を希望名前ないので視聴者さんみんな思ってると思う。名前がない。名もなき花。おーちょっと考えてもらいたいんですね。どなたに？三上さんに。嘘でしょ。いや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 、とんでもないです。もういやいやもうめちゃくちゃ考えたいですけど。考えてください。いやいやいや。お願いします。一緒に考えましょう。そうですね。ああもう光栄でございます。でも桜いいですよね。あ桜あね。あ桜っぽいですね。ストレートに確かもう日本だけでの流通名でもあれですから、桜ってもうシクラメンで桜って今までないですもんね。上からそうして見ても上から見たら本当に桜なんです桜っぽいですね。そうなんですよ。つまり5つ目は名もなきシクラメンです。まだ名もないものですが、もしかしたら 4,5 年先には皆様の手元に行くかもしれない。さあというわけで今回はついに来ました。フランスモレル社さんに潜入編ということで、もう実際のね、もう最新品種から、そして繊細な私のフェイバリットまで、で本当に初公開、世界初公開の 4,5 年先の品種までご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。で動画はまだ続きます。一旦こちらは前編という形で、次ちょっと気になるのがやっぱりどうやって育種されているのかですよね、藤原さん。そうですよね。ここはね、まさに育種会社なので、そうなんですよ。どうやってこれが生まれてくるのか。そこ知りたくないですか、皆さん。育種編ということで、ただまだね僕聞いてないんですよ。それ撮りたいんですけどバスヤさん、育種編で育種家さんにお話を伺えますか。育種家は話はできます。あ、よかった。でちょっと交渉なんですが、育種してる場所もあるんですよね。そうあります。また別の施設になりますここはもけど、ちろん秘密の場所。秘密の場所ですねちょっ。と撮らせていただくってことは任しといてください。かっこいい。再びその言葉で本当にフランス来られたんですよ。ありがとうございます。これはすごいですよ。どうですか。カメラがそういうところにね、育種の現場に入るってはい、本当初めてだと思いますよやっぱ。り初めて。またとんでもないことになりました。育種してる様子も見られるかもしれないということで、本当にありがとうございます。続いて第2弾育種編、近日公開いたします。今から潜入してきます。いやー、バスヤさん、そして藤原さん、島崎さん、ありがとうございました。2本目の動画もぜひご覧ください。他の動画もいろいろ上げてるんでぜひご覧ください。ありがとうございました。